どうも皆さんおはこんばんちは。暑い夏、いかがお過ごしでしょうか？これは新しく実装された模擬宇宙の第7世界か。涼しく過ごして新異物ゲット。今回は納涼氷結編成でお送りしております。また歪んだ構成してんな。ヒーラーとアタッカーどこ行ったんだよ。タンク役の孫悟が2人もいるので問題なし。ヘルタが模擬宇宙にいるのも珍しいな。っていうか育ててたんだ。レベル60からフィールド狩りのみで、現在レベル77でございます。もう本当に最近暑すぎるので、動画だけでも涼しくしようと。今回の動画のテーマは、覚醒なのか、ヘルタ式かき氷を添えて、こちらでお送りしようと思います。今のところサムネ詐欺にしか見えないんだけど、これあれか、いわゆるジェパードの必殺を使って、孫悟の運命の反響を使って大ダメージを出す、通称孫悟法ってやつだな。いやいや何言ってるんですか。今回の動画のテーマは、覚醒なのか、ヘルタ式かき氷を添えて、いやけど、ジェパ必殺運命の反響で35万ダメージ出してただろ？え？いや、ヘルタさん、私の知ってるヘルタと違うんだけど、こちら、かき氷職人に転職したヘルタさん、海の家で鹿のかき氷を作るバイトを始めました。シロップがエキゾチックすぎる。ですがヘルタさんにも悩みがあります。実はヘルタって氷属性なだけで、相手を凍結させるスキルとか一切ないんですよね。そこで、覚醒したナノカちゃんの出番というわけです。ああ、ナノカの必殺技は確率で全体凍結させるんだっけか。え？いやだからそうはならんやろがい。なってるんだよな。私の知ってるナノカと違う。覚醒なのかはピンクの妖精さんなんだよ。いやこのゲームの星4おかしいって、なんでレベル90のラスボスの HP バーが、こんなあっさり解けるんだよ。最近暑すぎるからね。仕方ないね。ということで、今回は夏にみんなに遊んでほしい、正しいナノカとヘルタの使い方をレクチャーしていこうと思います。ということで今回のパーティーで必須なのは、三月7日だけです。ジェパードと銀狼は相性がいいので入っているだけで、特段必須じゃないですし、ヘルタに関してもこんな時にでも使わないと、せっかくレベル77まで育てたのがもったいないじゃないですか。毎度お前はどういう遊び方をしたらそうなるんだよ。いやー、本当にスターレールは奥が深くて楽しいですね。ちなみにヘルタはこんなレベルで異物も適当なので、本当に誰でもいいって感じの枠です。まあせっかく見た目が涼しくなるので、今回はかき氷職人さんにお願いしましょう。それはそうと、どういう仕組みであんな大ダメージが出てるのかだよな。そもそも三月7日にそんな攻撃能力はないはずだ。まずは今回の動画のメインギミックを紹介する前に、三月7日というキャラを紹介しましょう。そもそも三月7日はこの見た目でまさかのタンク役。さらにはゲーム開始時に配布される初期キャラなので、割と弱キャラに見られがちな子。ただまあガチ勢なんかは最高難易度コンテンツである。通称裏にはなんかで使ったりしていて、私も結構愛用してます。このゲームの星4キャラはちゃんと育成したら強いやつ多いよな。7日の最も強いポイントは必殺技です。必殺技は相手に全体ダメージを与えながら、敵全体を凍結状態にすることができます。敵のボス級のキャラは、2回行動をワンセットとすることが多く、2回目の攻撃で大技のチャージを始めることがあるので、1回目の行動と2回目の行動の間に7日の必殺技を滑り込ませ、そのチャージを止めることで、未然に大ダメージを防ぐことができます。今回の模擬宇宙では、その全体を凍結させる部分にフォーカスして、100万ダメージを目指していく内容です。凍結つっても、相手の動きを止めるのが主で、そんな大ダメージ与えるような仕様じゃなかった気がするんだが。そこで今回キーとなる祝福がこちら、記憶のカテゴリーに属している、完全体験不利です。凍結状態の敵に攻撃を行うと、離心状態にする？離心状態は、実質凍結と同じなんですが、解除する際に、相手の最大 HP30% を削り取るヤバい凍結。これを7日で範囲凍結させた上で、ヘルタなんかの範囲攻撃で敵を雑に殴ると、効率的に離心状態にすることができるというギミックなんですが、なるほどな。それで冒頭の大ダメージを叩き出してるのか。いや待てよ、凍結が解除されるのって相手のターンだよな。相手は自分のターンを迎えると、離心状態から復活し大ダメージを受けますね。だけどさっきの冒頭の録画は、ヘルタの追加攻撃のタイミングや、7日の必殺技の後に打った運命の反響のダメージがおかしくなってたけど。そうなんですよ。そこがミソなんですよね。なんとこれ、離心状態の強制解除というギミック、極端体験呆然自失という祝福を取得すると、凍結状態の敵を殴れば離心状態に、そしてそれをさらに殴ると離心状態を瞬時に強制解除し、本来のダメージの150% 分のダメージを与えます。相手の HP の 45% 分じゃねえか。強化することでこれを200% まで上昇させることができるので、実質相手の最大 HP の 60% 分のダメージを与えられます。つまり凍らせて、4回攻撃すれば勝てる。むちゃくちゃだよ。そ
れを効率的に攻撃を当てるのに、ヘルタが便利なんですよね。スキルの全体攻撃は、文字通り敵全体をターゲットにするので、7日で凍らせた敵をすぐに離心状態に、そして HP が半分を減った時に発動する、追加攻撃のくるくるーでさらに離心状態を強制解除。これが連続大ダメージのトリックだったのか。他にも氷属性に関するバフなんかもあったりで、7日とヘルタの相性がめちゃくちゃいいのが、この運命の反響記憶シリーズなんですよね。よくそんな恐ろしいギミック見つけたよな。7日とヘルタの使い道は分かったけど、ジェパードと銀狼の使い道って何なんだ？銀狼は7日とのシナジーですね。7日の必殺技は強力ですが、凍結確率のベースは 50% しかありません。これも記憶の祝福で強化が可能ですが、さらに安定して敵を凍結させるために、銀狼の2突効果で相手の効果抵抗を下げてますね。じゃあ2突してなかったら特に入れる意味もないのか。弱点埋め込みスキルも強いんですけど、実は記憶の祝福の中に必殺技を使用すると相手に氷弱点埋め込むという、銀狼のパワーアップ版みたいな祝福もあるんですよね。ジェパードはスキルで敵単体を凍結、以上、7日で全体を凍結させるって考えると、別に本当にいらないんですよ。そして運命の反響の強化、体験の符号を取得すれば、凍結ターンが2ターンに伸びて、相手を永遠と凍結ハメにすることも可能に、本来の凍結戦術って感じがする使い方だな。基本はやっぱ凍結付与が効果命中に左右されて、普段だとなかなか凍結させられなかったりするんですが、この模擬宇宙の記憶の祝福を使えば、そこが強化されてずっと俺のターンもできるってコンセプトっぽい。ご覧のように、中ボス級2体を同時に凍結ハメしてますしね。早送りだけど相手はほとんど動けてない感じがする。けどやっぱ凍結メインだと火力が足りないって感じもするな。離心状態からの解除で10万ダメージぐらい入ってるけど、やっぱり心状態の解除ダメージで戦ってくれって感じがしますよね。ただまあこの記憶カテゴリーの難しいところは、離心状態にさせる祝福は星3のレアな祝福バフにしかなく、そして離心状態を強化するのは星2の祝福バフにしかなくて、実際にやってみると祝福の運に振り回されて、結構完成させるまでに沼ったりします。なので7日とヘルタはおすすめしたいですけど、他の2枠は普通に戦えるキャラを入れるのがおすすめかな。あとはもうジェパード入ってるとバリアが強すぎて、いつもはパーティーにヒーラーが入っていないことを咎められるのですが、今回はヒーラー不要のクールなパーティーに仕上がっております。普段戦うと結構めんどくさい近人門番くんも、凍結ハメで倒せるのか？ご覧の通り、一歩も動けてないですね。こいつ氷弱点は普段持ち合わせてないんですけど、祝福の弱点埋め込み効果と銀狼の埋め込み効果で、永久凍結ハメで、懲罰モードにも入らせませんでした。相手が動かなければ、どうということはない。攻守を兼ね備えた祝福。それが記憶の祝福なんですよね。今までの動画みたいに、ぶっ飛んだアタッカーがいるわけでも、バッファーでバフを集めまくって、異次元超火力に仕立て上げてるわけでもなく、なんか順当にキャラ特性とバフの噛み合いで戦ってて、これが正しい模擬宇宙ってコンテンツの攻略なんだなって。二つ目の運命の反響バフ、トワの皮ゲット。これでもう準備は万全。前回、ジンソロで挑んでとことんボコにボコられた第7宇宙。その雪辱を晴らす時がやってきました。最後のボス戦を前に、イベントを消化してバフの確保か。正直スターレールをプレイしていればいるほど、このパーティーメンバーでダメージが出せるということに頭が混乱するでしょうが、投稿者的には、ゲームをプレイせずためになるデータを計算する動画よりも、全くためにならないけどゲームをプレイしている動画が好きなので、他にもこういうバカなスターレール動画が増えてくれることを、めちゃくちゃ祈りつつ動画を編集しています。いやもうマジで何のためにもならないよな。そもそも模擬宇宙ってこんなことしなくてもクリアできるし。けど、7日は初心者でも簡単に手に入りますし、氷結できるボスが相手なら、すべてのボスに有効ってのはポイント。カフカとかスバローグが倒せない初心者は、7日ヘルタ構築試してみるといいかもですね。開幕、7日の秘技スタートにより、相手の鹿を凍らせることで、先制攻撃を未然に防止。ここで動かれると、精神操作の青いツタが出てきて、一方的にボコされるので、すぐ凍結解除されたとしてもこの凍結スタートはかなり便利。そして乱文の単体氷結がここで光ります。やっぱ能動的に凍らせられるのは強いな。7日の攻撃で離心状態を付与し、それを次のターンに解除するため大ダメージ。精神操作でバフを付与する青いツタが出現。ですが7日のオート反撃で凍らせて、ヘルタの追撃で離心状態を付与。それを運命の反響で起動して1ゲージ目を吹っ飛ばします。40万ダメージがいとも簡単に。大量のあれやこれやするツタが出てきますが、ここでこの動画のメイン、7日の必殺技が炸裂。とことん突き詰められた7日の効果命中により、この必殺による凍結効果は必中の程度を誇ります。そして凍結した敵に襲いかかる大したダメージが出ないヘルタの必殺。これにより付与した離心状態を、運命の反響により一斉に起動。これが真の7日の力。7日にのみ許された全体凍結、からの離心状態を一斉解放した大ダメージ。そのダメージは、まさかのダメチャレボスでもないのに100万ダメージを突破。相手はレベル90の
格上のボスのはずなのに。これマジで神異物や高級キャラの貫突が必要ないロマン法。7日とヘルタを育てればみんなも試せるので、ぜひ今の模擬宇宙報酬2倍をゲットするついでに、試してみてほしいと思います。ヘルタは全体攻撃が可能なキャラなら誰でも OK なので、必殺技が全体攻撃のキャラがいれば代用可能だな。消え火の祝福って、巡視とか北条とか優越みたいな、メジャーな祝福じゃないのと、凍結というデバフが過小評価を受けていることで、使ったことがない人ってたくさんいると思います。マジで簡単にクソデカダメージが出せる神祝福です。敵の HP を参照してダメージを出すから、敵が強ければ強いほどダメージが出るもんな。実はこのゲーム、他にも敵の HP を参照する効果あるんですよ。それが、次のガチャで実装される星4キャラのルカが付与する列車です。色々制約があるみたいなので、ここまでヤバいことにはなりにくそうですが、かなり悪ふざけできそうで期待しているキャラです。星5の閣下じゃないのかよ。閣下も尖った動画出す予定なので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。前回のジンの動画はめちゃくちゃ再生されてビビったな。動画収益は全てスタレのガチャに消えていく運命。散財の運命の反響を響かせながら、今回の動画はこれにて終了とさせてもらいます。この後、7日とヘルタの異物やステータスを紹介するおまけがあるので、興味がある方はそちらもご覧ください。7日ちゃんかわいいよ。ご視聴、ありがとうございました。7日の異物です。教会の聖騎士4セットと、銀河障子の2セットです。公演水は星4で余生の初日。特筆すべき点は、効果命中をとにかくバフして、95.9% まで上げています。シェパードのモチーフとかあると、さらに効果命中漏れるので幸せになれます。各異物のステータスはこんな感じ。効果命中に並々ならぬ執念を燃やしています。とはいえ、実はこんなに効果命中必要ではありません。模擬宇宙には、効果命中をバフする祝福と、相手の効果抵抗を下げるデバフの祝福が存在しているので、同体のメインステータスが効果命中ついていれば、正直サブステでここまでする必要はないと思います。この装備はあくまで裏には重装のラスボスを凍らせる用の異物なので、正直ここまで冷え冷えにしなくても十分凍ってくれます。なんなら聖騎士セットなくても、同体で効果命中ついてるやつ適当に着せて、チャレンジしても割とクリアできる気はします。今回の動画はかなり要求値が低い動画なんだな。ヘルタ入ってる時点でお察しですよね。ヘルタ推しはここぞとばかりに活躍させて、くるくるーから放たれるうん十万ダメージを堪能してください。次にヘルタです。毎日フィールドモブ狩りで使っているので、気がついたらレベル60がレベル77になっていました。ステータスから見てわかる通り、めちゃくちゃ手抜き育成です。公園水はモチーフ、相性いいのでこれで間違いないかと。余談ですが、少し前にヘルタのくるくるが TikTok で流行っていたらしく、ヘルタを使っていると、JK にモテるかもしれません。私もちやほやされようと育成していたのですが、フィールドモブ狩りでちんたら育てていたら旬を逃しました。異物は狩人と宇宙ステーション。特にひねったことはしていません。というかヘルタの異物に経験値を入れる余裕がなくて、紫異物や、金異物の育成途中で止まっています。なのでもうこっちは一覧も載せません。恥ずかしい。これまた余談の余談ですが、スターレールの育成に困っている初心者さん向け、シナリオや模擬宇宙をクリアしようとしている時に、敵が強くて倒せない場合、公園水や異物のレベル上げが足りてない可能性があります。特に異物は4キャラ6パーツ分、合計24パーツあるので大変ですよね。なので異物のレベル上げは、紫異物、レベル9まで上げるがおすすめです。これ、めちゃくちゃ経験値効率いいのでおすすめ。一瞬で24パーツ育成できると思います。メインステータス部分や、異物の種類は各キャラに合わせたものを集めるのがいいですが、正直始めたての頃は大変だと思うので、ガンマンとか客の異物を周回して、アタッカーにはガンマン、ヒーラーには可客装備させて、各キャラに合ったメインステ合わせるぐらいでいいと思います。異物の厳選は、シナリオ終わってから死ぬほどできるというか、それしかやることないゲームなので、あまり早い段階から気合い入れてやると、虚無のアイオンに見染められて引退に追い込まれます。といったところで今回はここまで、最後までご視聴、ありがとうございました。